Hey guys! Welcome to おかみず酒 ABC。 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。日本酒の本当の魅力、楽しみ方は海外の皆様にはまだまだ知られてないように感じています。今回は海外の皆様の疑問、質問にお答えしていきたいと思います。 Let's get started! Here we go! 今回は日本酒について海外の方が疑問に思っていることに答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1つ目の質問です。はい。日本酒ってウイスキーやウォッカ、グラッパやマールみたいにアルコール度数が高いお酒なんですよね。それはちょっと違うんですよね。日本酒はアルコール度数が高いお酒なんでしょと思っている海外の方もたくさんいらっしゃいますよね。日本酒は無色透明です。また日本人は日本酒をとっくりとおちょこを使って飲むことがあります。このように無色透明なお酒を小さな器で飲んでいるのを見ると、海外の方々はウォッカやウイスキーのようにアルコール度数が高いお酒を連想してしまうのかもしれませんね。過去の動画でもお話ししたように、日本酒はウォッカやウイスキーのようにアルコール度数の高いお酒ではなく、ワインのアルコール度数に近いお酒で15度から16度ぐらいが一般的です。また最近では低アルコールの日本酒、アルコール度数でいうと12度から14度くらいのもの、またそれ以下のものも出てきています。またスパークリングワインのようなシュワシュワした日本酒、フルーツを感じるようなカクテルに近い日本酒もあります。ですのでワインのようにお食事と一緒に楽しめるお酒なんです。あみさん、2つ目の質問です。はい。日本酒はとっくりとおちょこのように専用の酒器を使って飲まないといけないのですか？必ずしもそうではないんです。とっくりとおちょこという日本の伝統的な器を使って飲んでみると、また違った楽しみ方や雰囲気を味わうことができます。でも日本人もいろんな器で飲んでいます。楽しみ方は自由です。今はワイングラスで日本酒を楽しむ方も多いんですよ。日本酒を飲むための器は実はたくさんあるんです。まずとっくりとおちょこです。とっくりに日本酒を入れて、実際飲む時にはおちょこに注いで飲みます。日本酒は瓶の大きさが2種類あって、一升瓶と4合瓶があります。一升瓶は 1800ml、 4合瓶の方は 720ml です。ワインは1本が 750ml ですので、4合瓶がワインのボトルと同じくらいの量です。実際におかみさんがお店で使っている酒器を見せていただけますか？はい、では並べてみましょう。おちょこにもいろいろな大きさ、いろいろな形があります。陶磁器のもの、ガラス製のもの、足がついたものなど、素材や形も様々です。ご自分の好みに合った器を探すのも楽しいものです。またこのように冷たい日本酒を飲むためのグラスもあります。またマスもあります。木でできていたりプラスチックでできているものもあります。お店ではマスの中にグラスを入れて、グラスの方に日本酒を注ぐ、そしてあふれさせて、そして提供するという飲み方もあります。最近ではワイングラスで日本酒を楽しむ方もたくさんいらっしゃいます。過去の動画でも取り上げましたが、ワイングラスで飲むと日本酒の違った魅力に出会えることもあります。このように日本酒を飲むための器は多種多様です。どれが正解でどれが間違っているということもありません。自由な気持ちで気軽に日本酒を楽しんでいただきたいと思います。あみさん、3つ目の質問です。はい。日本酒って必ず温めて飲むお酒なんですよね。それもちょっと違うんですよね。海外にある日本食のレストランでは日本酒の知識がないままに日本酒を出しているお店があると聞いたことがあります。そういったお店では日本酒をとっても熱くして出していたので、日本酒はそういうもんだなと思って飲んでいる海外の方のお話を聞いたことがあります。日本酒は過去の動画でもお話ししましたが、様々な温度で楽しんでいただけるお酒なんです。実際に日本人も熱燗だけではなく、冷蔵庫で冷やした日本酒を日常的に飲んでいます。日本酒ってとっても自由で楽しいお酒なんです。かみさん、4つ目の質問です。はい。日本酒って和食と一緒に飲まないと楽しめないんですか？それも違います。日本酒は和食だけでなく、世界各国いろんなお料理と合わせることもできます。チーズやピザ、パスタやステーキなどと組み合わせて楽しんでおられる方もたくさんいらっしゃいます。このチャンネルでもこれから日本酒と合わせたら美味しいお料理を提案していきますので、どうぞお楽しみに。
おかみさん、最後の質問というよりは感想ですね。はい。日本酒ってなんか難しそう、よくわかんない。まずそういう方は楽しく日本酒を飲んでみましょう。普段飲んでいるワインやビールをまず日本酒に変えてみましょう。今日は日本酒にトライしてみよう。そんな好奇心からまずは試してください。飲んでみてください。同じ日本酒でも種類によって味や香りが全然違います。たまたま初めて飲んだ日本酒が美味しくなかったけれど、いろいろ試してみると自分に合った日本酒が分かって日本酒が好きになったという海外の方もたくさんいらっしゃいます。その美味しさ、その面白さに魅了されること間違いなしです。一緒に日本酒の魅力的な奥深い世界を旅していきましょう。皆さんいかがでしたか？今回は海外の方からの日本酒に対する質問、疑問に答えてきました。これからまたわからないことがありましたらコメント欄の方にお知らせください。日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたらとても嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Please subscribe to my channel. See you next time.